こんにちは、月島です。今回は私が所有する DTM 用のモニターヘッドホンをちょっとだけ比較してみたいと思います。目次です。4つのモニターヘッドホンの特徴、密閉型と開放型ヘッドホンの聞こえ方の違い、音漏れの比較、音質の違いについて、最後に次回予告です。通称赤帯と呼ばれるヘッドホンです。密閉型でハウジング部分に穴は開いていません。外に音が漏れにくいので、ボーカルやアコースティックギターなど楽器の音を録音するときにも重宝します。赤帯は利用者も多いヘッドホンですので、リファレンスのつもりで一つ持っておくとミックス作業でも安心です。イヤーパッドのサイズは縦約10センチ、横約8センチです。重さは約 200g で片手で軽く持てる感じです。ケーブルはストレートケーブルです。交換用のパーツも販売されています。劣化しやすいイヤーパッドなどは簡単に交換可能で、メンテナンスしてあげれば長く使用することができます。通称青帯と呼ばれるヘッドホンです。海外のミュージシャンやエンジニアの愛用者が多いヘッドホンです。青帯は基本的には赤帯とサイズは同じで、重さは 30g 青帯の方が重いです。折りたたむことができるのと、ケーブルがカールコードでミニプラグにも対応しているために対応機器が多く取り回しがしやすいヘッドホンです。こちらも赤帯と同じく交換パーツが販売されていますので、メンテナンス次第で長く使用することができます。私はミックスの時に必ず使うウェーブスのプラグインが青帯に対応しているために購入しました。このヘッドホンも世界のスタンダードモニターヘッドホンと呼ばれています。ハウジング部分を見てみると、穴が開いている部分が少ないのでセミオープン型と呼ばれているのだと思います。イヤーパッド部分は丸型で、直径は約 10.5 センチです。重さは約 240g です。ソニーのヘッドホンと比べるとだいぶ大きい印象です。私が購入したきっかけは、動画収録時に密閉型ヘッドホンをしながら喋るとこもった声になってしまうためです。実際こもった声はこのヘッドホンを使用することでかなり解消されました。密閉型ヘッドホンだと喋っている時の自分の声が聞き取りづらくなるためにこもるようです。この K240M2 は付属品が豊富です。ケーブルは2本付属していて、ストレートタイプとカールコードから選ぶことができます。ケーブルの交換も脱着式なので簡単にできます。さらにイヤーパッドも合皮製とベロアタイプの2種類が付属するという豪華仕様です。劣化したら交換することができます。4つのヘッドホンの中でコスパが良いと思うヘッドホンはアーカーゲーの K240M2 です。先日開封レビューした開放型ヘッドホンです。K702 は K240M2 よりさらに一回り大きい感じのサイズです。イヤーパッドは直径約11センチあります。ハウジング部分外側には全体的に穴が開いており、K702 は完全な開放型ヘッドホンです。このヘッドホンを購入した理由は、青帯と同様にウェーブスのプラグインに対応していることと、完全な開放型ヘッドホンを使用してみたかったからです。耳への疲労は開放型の方が少ないようですので、今後使用してみてどうなるか検証してみたいと思っています。また、このモデルにカールコードは付属しませんが、私は机の上でのみ使うつもりですので、アーカーゲー純正のカールコードを別に購入して取り付けました。ケーブルの交換は K240 と同様で簡単にできます。密閉型と開放型のヘッドホンで音の聞こえ方は違います。密閉型は耳の近くで音が聞こえて、開放型は少し遠くで聞こえる感じです。
私はどちらにもメリットがあると考えています。楽曲のミックスの最初に行う各音の下地処理 EQ、コンプには近くで音がよく聞こえる密閉型がやりやすく、ミックスバランスを取る工程においては少し離れたところから全体の音が聞きやすい開放型の方が作業しやすいと思います。ですので下地処理はソニーの MDR7506、ミックスバランスを取るときはアーカーゲイの K702 を使用しています。ただこれはあくまで私の感じている音の聞こえ方の違いと感覚です。ヘッドホンに対する使い方や考え方は人それぞれだと思います。レコーディングの際に気にしなければならないのがヘッドホンからの音漏れです。モニターしているオケの音も一緒にマイクに入ってしまうのは避けたいです。密閉型のヘッドホンの方が音漏れしないことは想像できますが、それぞれ検証してみたいと思います。ここにアーカーゲイ C214 というコンデンサマイクを設置しています。以上のような違いがあります。マイクを使用してレコーディングをすることが多い方は密閉型ヘッドホンを選ぶのが良いと私は思います。それぞれのヘッドホンの音質の違いも気になるところだと思います。今回音漏れの時に再生した楽曲を聴いた時の各ヘッドホンの感想を表にしてみました。赤帯は低音から高音まで聞きたい音が近くでよく見える感じ。音が近いため楽曲全体のバランスは取りにくい。長時間使用すると疲れる。青帯は赤帯と比べて低音と高音が強い感じ。赤帯と同じように音はよく見えますが、レンジが狭く強い音という印象。K240 M2 は密閉型ヘッドホンより全体的に音が遠くなり少しぼやける印象。距離感がつかみやすく音全体のバランスは良い感じ。K702 は音全体がマイルドで優しい感じ。赤帯の音に慣れているとイコライジングやコンプは操作しづらい印象。楽曲全体の音は一番バランスが良い。イヤーパッドが耳にかからないので長時間使用しても耳が楽。これらの違いはこの時の私の感想ですので、長く使うとまた変化してくると思います。音質の違いについて気になる方は専門店で実際に試聴してみて、ぜひ気に入るヘッドホンを選んでください。どのヘッドホンも良い音をしていると思います。次回は使用しているとボロボロになってくるヘッドバンドをカバーして保護するアイテムを購入してみましたので、開封レビューをして装着してみたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。